はい、今回もまた作っていく回ですよ。ということで、こちら、タミヤマイティフロッグ。1983年に登場した 2WD バギーですね。もうタミヤさん、どれだけ歴史を楽しませてくれるんだというですね、言わずと知れたヘリテージモデルでございます。1983年にスバルブラッドとランチアラリーとシャーシを共有して、同シャーシとしては3代目に登場したのがこのマイティフロッグですね。2005年に復刻モデルとして登場して以来、そこから考えても21年間と長い期間愛され続けるマシンでございます。これまたタミヤ史を語る上では欠かすことのできない一台ですね。前々から強く興味はあったんですが、1万円台半ばの価格でって悩んでたんですけど、ちょっと前にホットショットを組んだ時から80年代マシンへの温度がぐんぐん上昇しておりまして、ホットショットにホットなショットを打たれてハートがホットな状態になっておりますので、1万円台なら買わない理由がね、そういうことで買ってきた次第でございます。ということで今回もありがたく味わいながらこの子を組んでいこうと思います。ではいくパカーン出していこう。まずは B パーツ、シャフトの軸受けと S パーツ、サーボセーバー、 C パーツ、ギアボックスとリアの足回りかな、 F パーツと R パーツ、ホイールですね。このタイプか。タイヤ、 Z パーツ、ドライバーさんで、ここから箱ですね。開けてみよう。カカなんかすげえいっぱい入ってるよ。 A パーツ、メインシャーシ、 H パーツ、フロントの足回りかな、 V パーツ、ダンパーのやつですね。これがスパーギアとデフのギア、バンパー、すげえ金属パーツが盛りだくさん。高級感さえ感じるよね。てかこれもアルミシリンダーなんだね。工具類、テープ類とダストブーツ、これがいいよね。パーツバッグは A、B、C、主にネジ類が入ってますね。で、モーター、ちょっと見慣れない感じのアンテナ棒。箱の中は以上です。いっぱい入ってたね。それからボディとウィングで、最後に説明書とステッカー。まだあった。ボディの台座になってた箱が超可愛い。ということで以上。思ってたより金属パーツが多めだね。これは美味しそうだ。それではいただきます。パーツの価格表は別紙になってるんですね。最初はフレームからですね。で、今回も復刻系なので、パーツバッグは組み立て順ではなく、 BA なら A の袋、 BB なら B の袋で、その下の MR さん、こちらは六角スペーサーなんですけど、ここだね。番号のない袋詰めは MR とか MT とか MD とかってなってて、 M の意味はちょっとわからないんですけど、 M の後ろ、例えば MR だとロット袋詰めのロットの R、 T だったらツールの T で、駆動部品は D になってるので、多分ドライブの D なんですよね。そんな感じで袋詰め由来のアルファベットが書いてあるので、どの袋に入ってるかは後ろの方を見ればわかると。そんな感じではやっていこう。てか今回も説明書こんななってた。
はい、結構スパスパッとフロントサスペンションまでできましたね。私ね、ずっとマイティフロックのフロントサスペンションって謎だったんですよね。パッと見スプリングないもん。説明書きにはインボードスプリングタイプのダブルウィッシュボーンって書いてあったんですけど、どういうことって思ってたんですよね。でもこれ作ってみたら、そういうことってなりましたね。何食べたらこんな思いつくんだろうね。組み立て開始2ページ目にして、早速センセーショナル。はい、続きやっていこう。ここからバンパーですね。で、ここにグラスプレートっていうね、これ、またちょっと高級感を感じさせるパーツが来るんですよね。こういう材質ってテンション上がりますよね。それから、ここでいくつか段付きビスが登場するんですけど、こういった特殊なやつはおとなしくそのまま使うとして、このタイプですね。これこのまま使うのももちろんいいんですけど、マシンスクリューにしたいので、同じ長さのマシンスクリューに金属のスペーサーを取り付けて、段付きビスっぽくして使っていきます。こうすることによって私が満たされるというだけです。では組んでいこう。はい、ここからミッションですね。これもまた私的に初めましてな感じ。ギア比が3種類から選べるんですよね。52T を使うとトルクタイプ、50T を使うと標準タイプ、49T を使うと高速タイプ。なんとギア比が 6.7 対1。なので、ホーネットとかと速度感合わせようと思うと、トルクタイプを使った方が近い速度域になると思うんですけど、せっかくなので爆速でいこうぜということでやっていこう。ではここからリアアームの組み立てですね。ギアボックス周りのベアリングは付属してたんですけど、足回りのベアリングは付属してないので、ここからはプラベアリングに変わりまして、別途用意したベアリングを使いながらやっていくよ。
はい、ではここからメカ乗せですね。今回も例のごとくこちらのセットでやっていきます。乗せていこう。はい、できました。すごい。作り応えはしっかりあるのに予想以上に早く出来上がった。これも面白いですね。一周回って逆にね、新しく感じるというか、デザインも構造も斬新。全体的に金属パーツも多くて、で、それが剥き出しになってる箇所が多いので、高級感も際立ってますね。これでこのお値段ならすごい安いんじゃね？で、裏から見るとまたいい感じにこのアンダーガードが存在感を主張してて、リアトレーリングアームが独特でかっこいいですね。こう、裏全体を眺めてみると確かにちょっとカエルがべちゃーって手足伸ばしてる時の姿に見えるような気がする？知らんけど。それから真横から見るとやっぱりこのアルミショックがね、目に飛び込んできますね。独特なフレームの造形もまた良くて、横から見た姿はなんか前衛的なデザインの靴みたいな、なんか履けそうな形してるよね。構造的にはストローク量は気になるほどではないんですけど、リバウンドストロークがほぼなかったり、バッテリーの搭載位置は低いけど、メカ類とか、特にモーターはすんごい高い位置のリアミットにいて、これは当時のグリップのない路面で頑張ってトラクションを稼ぐためにこうなったんだろうか。でもこうして眺めてると、マイティフロックの翌年に登場したグラスホッパーとか、ホーネットとシルエットが重なりますよね。なんかこう、このシルエットを残したまま全体を実勢に置き換えて、構造をなるべく簡素にしてもっと手に取りやすい存在感を目指したのかなとか、当時の思いが想像できるのもまた楽しいですね。そしてこの後にマイティフロックは競技性を高めたフォックスとバトンタッチして、このシャーシはいなくなると思いきや、1986年にブラックフットやモンスタービートルとして前後に長いダンパーをつけてビッグタイヤ化されて再登場してくると。激アツだな。1987年にはランチボックスも登場してくるわけですが、それもまたホーネットと共通した構造を持ったビッグタイヤモデルとして出てくるわけですよね。つまりこのマイティフロックの血統からグラスホッパーやホーネットが生まれてきて、そしてマイティフロックはスバルブラッドでなんかいい感じのところまで行ったから、思い切ってモンスタートラック系にしたら面白いんじゃねってなって、モンスタービートルとかブラックフットにメーカー自ら魔改造を施し、このノリでいけばこれまたホーネットのシャーシもビッグタイヤにしたら面白いんじゃんとランチボックスが登場したみたいな。一昨年ホーネットエボが出た時にメーカーが自ら魔改造してんじゃんとか思ったんですけど、こうしてね、過去を振り返ってみると、タミヤさんはそういうスタイルこそが本来の姿なんだなと感じますね。マイティフロックからこんな色々感じられるとは。やっぱり80年代タミヤマシンの独特な設計思想は熱いっすね。1983年のマシンって42年前、その時代にこの組み立てやすさも実現してたっていうのはすごいことですよね。ごちそうさまでした。これもまたですね、走り比べたいマシンたちがおりますので、塗装しつつその子たちも組み立てたら爆走させていこうと思います。ということで今回はここまで。あざした。終わりー。